こんにちは、加藤です。今日はですね、コメント欄にリクエストがありまして、それにお答えしていこうと思います。今日用意したのはですね、これがワトソン紙なんですけれども、大きさがこのハガキよりもちょっと大きいくらい。こんな感じですね。四つ切りを半分にして、八つ切りの半分の半分、32分の1くらいになるのかな。そういったサイズです。15センチの20センチちょっとくらいっていう用紙を用意しました。パネルの方はですね、今回はこれ SM227×158 っていうちょっと小さめのサムホールっていうサイズのパネルを用意しました。今日はこれを使ってですね、前回の水張りでは黒張りっていう巻き込むタイプの水張りの仕方を説明したんですけれども、今日は平張り、平らに一番簡単な方法ですね。水張りの入門編というか楽な方法をご説明したいと思います。では早速いってみましょう。まずは水張りテープ。はい、こんな感じで紙よりもちょっと長めに、例えばこの辺ですねに切って用意しておきます。はい、前にも言いましたけれども、紙製なのでこうやって手でですね、親指とかでパリッと切ることができます。切り口はきっちりしてなくてもこの程度ね、この程度切れてればいいかなと思います。で、水張りテープは湿気に弱いというか、切手の裏側と一緒ですぐに湿度が高いところに置いとくと濡れて固まって使えなくなるので、すぐにこういったジップロックパックのような密閉できる容器というか袋ですね、入れておきましょう。で、切った、この水張りテープも不用意に水がつくとすぐ使えなくなっちゃうので、水が飛び散らないあたりにちょっと避けておきます。はい、次にですね、用意したものは、まずは水、そして、ハケ、これはどんなハケでもいいです。これは水張り用のハケです。水ハケ。そしてこんな綺麗なハンカチがあると伸ばすときに便利です。まずしっかりとハケに水を染み込ませます。で、この時に今しっかりとって言いましたけど、はい、見えますかね。今ね、これ水半分までしか染み込んでません。意外にね、これ羊の毛なんですけど、紅葉毛っていうのは、なんて言うんでしょう、艶があってっていうか、水弾く力結構あるので、しっかりとこうやって毛の奥の方まで水が染み込む。はい、これで染み込んでますね。染み込むようにしっかりとなじませてください。用紙の裏表を確認して、今回こっちが表でこっち裏ですね。裏側に水を引きます。しっかりと水を含ませたハケのこれべちょべちょだと垂れてきちゃうので、垂れない程度に水気を取ります。こんな感じ。垂れない程度に。そしたら、面積小さいですからね、一気に引いていきます。前回ね、大きな B3 画用紙、B3 の水彩紙だったかな、縦横、縦横横斜めって引いてましたけれども、今回はこんな感じで、縦横で、しっかりと水を引きます。はい、水を引いたら、少し待ちましょう。どのくらい待つかというと、紙に水が染み込み終わるまでっていう時間です。もちろんこれは、今回ワトソン紙を使ってるんですけれども、ワトソン紙もこれは、厚口のワトソン紙なんですが、特厚とかいろいろ厚さがあるようなので、その厚さによってはもっと長く染み込むまでに時間のかかる紙もありますし、何分っていうふうには言えないんですけれども、染み込むのをこうやって待ってあげます。はい、どうでしょう。今これ、はい、横からの画像で見えますかね。こんな感じで、湾曲してますよね。この湾曲してるってどういうことかっていうと、例えばですね、これが紙っていう厚さです。こっちが上側でこっちが下側、ただの紙と思ってください。で、水を今上から、ハケで
染み込ませました。そうするとですね、水が染み込んだ紙が伸びるんですね。こうやってビヨーって伸びます。紙がビヨーって伸びて、今こういう状態です。で、下の方にまで、紙の厚さの下側にまで水が染み込んでくると、下も少し伸びてきて、同じくらいのこうベロベロ状態になります。そんな風に染み込んだかどうかを判断するのは、紙がこうやって湾曲してるうちっていうのは、紙の厚みの上側だけが伸びてるんだなっていう風に判断してください。で、下側まで染み込んだら貼り時です。水張りのコツ、ポイントなんですけれども、失敗しやすい、失敗する理由についてお話しておきます。まず1番目は、紙に水がしっかりと染み込み終わっていないにもかかわらず貼り始めること。紙がしっかり伸びきった状態でテープで留めるので、乾いてからピンと貼るんですね。で、シワができる原因っていうのは、まず1番目。紙にしっかり水が染み込み終わっていない。例えばこういう状態ですね。紙の上半分しか染み込んでないのに貼り始めちゃったりすると、下側まで染み込むのにまだ時間がかかっています。そんなわけで、伸びきっていない紙を貼ってピンと貼るってことはあまりないんですね。ヨレヨレになっちゃいます。なので一番最初に気をつけてほしいのは、しっかり紙に水が染み込むまで待つこと。で、2番目。2番目のポイントはこれです。水張りテープ。水張りテープをこう使って貼るんですけれども、その時に結構ね、このね、水の量、ハケを使って水を染み込ませるというか塗るんですけれども、その時の水の量が多い人が結構初心者の方に多く見られます。しっかり水を含んだハケの水分しっかり取ってですね、しっかり取って、で、適度なスピードでテープの方を引っ張って、水気をつけます。この後ちょっと実際にやってみますのでね、ちょっとお待ちください。はい、どうでしょう。喋ってる間にだいぶ時間が経って、今これ見えますかね。この状態。湾曲してるんですけれども、表面もすでに乾いてるんですね。湿気がなくなってというか、ツヤがなくなっています。どういうことかっていうと、染み込むスピードよりも乾燥するスピードの方が速いとこういう風になります。というわけで、今紙に必要な水分量が足りてない状態です。もう一回水を追加で引いてあげます。はい、しっかり含ませたハケの余計な水分をしっかり取って、はい、こんな感じですね。半分は染み込んでいる状態です。はい、残り必要な分だけ水を追加してあげます。はい、これでだいたい均一に水が引けたかな。これでもう少し待ちます。どうでしょう。さっきに比べて、ちょっとこうヨレっとしてきてるの分かりますかね。紙に水が染み込み終わるとテロンテロンというか、力がなくなるんですね。張りがなくなります。でそれが張り時というか染み込み終わった合図なんですけれども、そうなるまでしっかり待ってあげます。時々ですね、角をこうやって持ち上げて染み込んだかなどうかな、紙のね張りですね、力を持ってるかなどうかなっていうのを確かめてみます。この待ってる間にですね、せっかくなんでちょっとね友達の展覧会の紹介しておきます。これ僕の浪人時代の友人なんですけれども、来週の月曜日から日曜日まで銀座の大ギャラリーで版画の個展をやるようなので、もし時間がある方いましたら見に行ってみてください。鈴木俊也展っていう、見えますかね。はい。女子美で版画を今教えて、そういった先生になります。機会がありましたら見に行ってみてください。そろそろいい感じですかね。はい。紙がこんな風に、どうでしょう。ちょっと角をこうやって曲げた時に曲がってくれる感じ。ちょっとペローンとしてくれた感じ。こんな感じ。はい。で、表面はどうでしょう。表面まだ湿ってるんですけれども、ちょっとだけ待ちましょうか。今回は小さい画面なので、そんなに気にしなくてもいいんですけれども、通常の B3 とか、カルトンサイズのパネルに袋張りをするときっていうのは、ちょっと
パネルよりも大きめに紙を切ってるせいで、ひっくり返してパネルに置いた時に余白というかのりしろ分がちょうど真ん中に来てるかどうかって分かりにくいんですね。で、一回置いた紙をちょっと上とか下とか上下左右にずらして中心に合わせたりして微調整します。で、そういった微調整する際に紙の表面がべっちょり濡れていると、紙がパネルにくっついてひっついて動かす微妙な微調整がしにくいんですね。そういう意味では、紙の表面のテカリがですね、なくなったくらい、しっかり水分は染み込んでるんだけれども、表面のテカリがなくなったくらいに貼り始めると、一旦ひっくり返して置いた状態の紙を上下左右に微調整するのがしやすくなります。パネルにくっつかないで滑ってくれるんですね。動かしやすくなります。なので慣れてきたら、この表面のテカリ具合というか、乾いてはいないけれども湿ってるけれどもちょうどいい具合のところで、貼り始めることができるようになると思います。はい、じゃあそろそろ行きましょうか。今回は、この部分ですね、上下左右に平張りするので、こんな感じに、今裏に水を引きました。表にしてだいたい真ん中に来るように置きます。こんな感じですね。で、これ別にパネルのサイズって、紙のサイズよりもちょっと以上大きければどんなサイズでもいいです。で、空気を追い出します。これで密着させます。はい、密着させたらテープを貼っていきます。はい、この時の水の量というかテープを引くスピードですね、よく見ていてください。しっかりと含ませた、ハケに水を含ませたらしっかりと水分を取ります。このくらいしっかり取ります。そしたら、はい、テープをハケでテーブルに押し付けてこのくらいのスピードで引きます。はい、次にテープを貼っていきます。今回はちょうどパネルに合わせて貼りましょうかね。こんな感じ、ピタッと。余計なところは巻き込んじゃいます。で、この時に紙とパネルの段差部分、ここちょっとね、気を使って爪でキュッキュッと押さえてあげます。こんな感じで、同じように反対側も、はい、しっかり水を含ませたハケの水分をしっかり取っておいてから、このくらいのスピードで水を引きます。押さえつけてこんな感じですね。はい、テープで留めます。ちょうどパネルに合わせておきましょうか。で、あとは爪でギューッと、残りは裏側に巻き込んじゃいます。手の通り、そんな難しいことはなくて、平張りの場合はただテープで留めるだけなので、そんなに失敗はないと思います。あるとしたら、このテープに、水張りテープに水を多くつけすぎちゃって手にくっついて貼りにくいとかね、そういうくらいかなと思います。で、最後、しっかりと水を含ませたハケで、これもう一つコツはね、根元から水をちゃんとつけて、このくらいのスピードで止めてあげます。ギュッと。はい、できました。横からこんな感じですね。はい、見えますかね、こんな感じで。はい、用紙が大きくない、それからちょうど今ね、パネルに対して紙のサイズもちょうどのりしろ分くらいっていう適度なサイズだったので、こういったはがきサイズくらいの絵を描きたい方で、水彩紙を使って水張りして描こうなんていう時には、四つ切りの半分の半分の半分で32分の1切りくらいですかねの大きさ。描き終わったらカッターでここを切ってですね、剥がし取って額装とかします。はい、いかがだったでしょうか。今日は水張り第2弾。用紙は、ワトソン紙で、サイズは SM サムホールのパネルに平張りをしてみました。今日の動画は以上で終わります。
それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。